カム機構を作成する方法について説明します。カム機構とは、運動の方向を変化させる機構です。設定が完了すると、回転運動を直線運動に変換するピストンが完成します。本動画では、ピストンをインポートし、3つの可動部に分割します。CAD ファイルをインポートします。ホームタブ、またはモデリングタブをクリックします。インポートグループのジオメトリーをクリックすることで、CAD ファイルをインポートできます。CAM、ドットステップを選択し、開くをクリックします。モデルをインポートウィンドウでは、インポート時のプロパティを設定できます。構造は、モデルを分割する方法を設定できます。フィーチャーは分割せず、ノードはジオメトリーをすべて別のノードに分割します。コンポーネントはジオメトリーをすべて別のコンポーネントに分割します。単一のモデルをインポートする場合、フィーチャーかノードを選択します。レイアウトをインポートする場合、コンポーネントを選択します。CAM、ドットステップは単一のモデルとしてインポートするため、フィーチャーを選択します。3D ワールドに表示されるモデルは多数の三角形で構成されており、テッセレーションの品質は三角形の個数を設定できます。モデルのデータ量に応じて品質を変更します。低品質にすることでモデルのデータ量を削減できます。今回のモデルはデータ量が少ないため注意品質に設定します。含めるではインポート時のジオメトリーに含む要素を設定できます。今回はマークアップとマテリアルとテクスチャーを選択します。マテリアル作成ルールではマテリアルライブラリーを作成するためのルールを設定できます。今回は常にライブラリーから最も近似のものを使用しますを選択します。フィーチャーツリーはフィーチャーツリーの作成方法を設定できます。完全はトランスフォームフィーチャーを使用し、CAD ファイルと階層構造を完全に一致させます。最適化はすべてのジオメトリーを同じ階層にし、最小化はジオメトリーを一つにまとめることができます。ピストンに可動部を設定しやすくするため、フィーチャーツリーをシンプルな状態にします。最適化を選択します。ジオメトリーを整理では、ジオメトリセットを作成するためのルールを設定できます。ジオメトリセットは、フィーチャーツリーの各ジオメトリーの中に含まれるジオメトリーのまとまりです。メッシュを構成する三角ポリゴンの3点の合計が1万を超えると、新しいジオメトリセットが作成されます。面によるは面ごとに、マテリアルによるはマテリアルごとにジオメトリセットを作成できます。折りたたみはジオメトリセットを一つにまとめ、数学的データは曲線のジオメトリセットを作成できます。今回はマテリアルによるを選択します。上軸はジオメトリーの上面と底面を整列させる軸を設定できます。上軸でプラス Z を選択し、インポートをクリックします。3D ワールドにピストンをインポートできたことがわかります。ピストンの可動部を設定するため、モデリングタブを開きます。回転運動する可動部を設定します。3D ワールドでピストンの青い部分を選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出から抽出リンクを選択することで選択したジオメトリーを新しいノードに抽出できます。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン1が追加されたことがわかります。ノードに回転運動させる場合、回転軸はノードの原点です。ノードの原点を移動させ、リンクアンダーライン1に抽出したジオメトリーの中心を回転軸に設定します。移動モードがヒエラルキーの場合、選択したものとその個階層にあるものをすべて移動させます。移動モードを選択済みに変更し、
選択したもののみを移動させます。リンクアンダーライン1の原点のみを移動させます。リンクアンダーライン1を選択します。ツールグループのスナップを選択し、3D ワールドで任意の位置をクリックすることで選択したものを移動させられます。円形ジオメトリーの中心をクリックします。移動モードをヒエラルキーに戻します。同様に緑のジオメトリーと赤のジオメトリーをそれぞれ別のノードに抽出します。コンポーネントグラフウィンドウにリンクアンダーライン2とリンクアンダーライン3が追加されたことがわかります。リンクアンダーライン2の原点を移動させます。移動モードを選択済みに変更します。リンクアンダーライン2を選択し、ツールグループのスナップを選択します。3D ワールドでモデルの青い部分と緑の部分をつないでいる黒い円柱の中心をクリックします。リンクアンダーライン3の原点を移動させます。リンクアンダーライン3を選択し、ツールグループのスナップを選択します。3D ワールドでモデルの緑の部分と赤い部分をつないでいる黒い円柱の中心をクリックします。移動モードをヒエラルキーに戻します。ノードに階層構造を設定し、親ノードの動作に追従できるようにします。コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン2を選択し、シフトキーを押した状態でリンクアンダーライン1にドラッグ&ドロップします。シフトキーを押し忘れてジオメトリーが移動した場合、シフトキーを押さずに元のノードにドラッグ&ドロップすることでジオメトリーの位置が戻ります。リンクアンダーライン3を選択し、シフトキーを押した状態でリンクアンダーライン2にドラッグ&ドロップします。リンクアンダーライン3はリンクアンダーライン2の個階層にあり、リンクアンダーライン2はリンクアンダーライン1の個階層にあることがわかります。ピストンをインポートし、3つの可動部に分割する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。